中本博士とサトシのおおしゃべり解説。スマートコントラクトって何？サトシくん、今日はスマートコントラクトについて説明しよスマートコントラクトって何ですか？う。スマートコントラクトは契約を自動的に実行するプログラムのことなんだ。自動的に実行する契約。すごいね。そうそう。例えば、条件が満たされたら自動で支払いが行われるようにできるんだよ。なるほど。それってどうやって実現するの？ブロックチェーン技術を使ってるんだ。取引が改ざんされないように、透明性と信頼性が保たれる。ブロックチェーンってビットコインの技術だよね。その通り、ビットコインもスマートコントラクトを使ってるんだよ。ビットコインでスマートコントラクトが使えるの？ビットコインのスクリプト言語を使って、基本的なスマートコントラクトが作れるんだ。具体的にはどんなものが作れるの？例えば、マルチシグネチャウォレットやエスクローサービスがあるね。それってどういうもの？マルチシグネチャウォレットは、複数の鍵が揃わないと取引が承認されない仕組み。エスクローは、条件が揃うまで資金を預けることができる仕組みだよ。なるほど。ビットコインでも結構いろいろできるんだね。でも、ビットコインのスマートコントラクトは少し制限があるんだ。どんな制限？スクリプト言語が限られているから、複雑な契約は難しいんだ。じゃあ、もっと複雑なスマートコントラクトができるものもあるの？そう。それがイーサリアムなんだ。イーサリアムはスマートコントラクトのために設計されたブロックチェーンなんだよ。具体的にはどう違うの？イーサリアムにはチューニングコンプリートなプログラミング言語、ソリディティ、つまり堅牢性があるんだ。この言語を使って、より複雑な契約を実行できるんだ。チューニングコンプリートって何？要するに、あらゆる計算ができるということさ。だから、複雑なロジックを組み込むことができるんだ。それってどんな例があるの？例えば、自動的に家賃を支払う契約や、投票システム、さらには分散型自立組織、DAO なんかも作れるよ。分散型自立組織って何？ DAO は、中央管理者がいない組織のことだよ。ルールはスマートコントラクトに基づいて運営されるんだ。面白いね。他には？ゲーム内でのアイテム取引や、音楽の著作権管理、自動化された保険の支払いなどがあるよ。それって本当に便利だね。そうなんだ。イーサリアムのおかげで、いろんな業界でスマートコントラクトが使われるようになったんだ。ビットコインとは全然違うね。そうなんだ。ビットコインは主に価値の保存と送金に特化しているけど、イーサリアムは複雑な契約やアプリケーションのプラットフォームとしても機能しているんだ。じゃあ、どっちがいいの？用途によるんだ。シンプルな送金や価値の保存ならビットコイン、複雑な契約やアプリケーションならイーサリアムって感じだね。両方とも使い方次第ってことか。その通り。そして、もう一つ、注目すべきブロックチェーンがあるんだ。それが、ソラナだよ。ソラナ。それは何？ソラナは、高速で低コストのスマートコントラクトプラットフォームなんだ。1秒間に何千ものトランザクションを処理できるんだよ。それはすごいね。どうしてそんなに速いの？ソラナは、プルーフオブヒストリーという独自の技術を使っているんだ。これにより、トランザクションの順序を効率的に記録できるんだよ。具体的にはどんなスマートコントラクトがあるの？例えば、分散型金融、DeFi、アプリケーションや NFT マーケットプレイスがあるね。それも便利そうだね。そうだね。ソラナは特に高頻度取引や大量のユーザーを持つアプリケーションに向いているんだ。イーサリアムやビットコインとはどう違うの？イーサリアムは汎用性が高く、ビットコインは安全性が高い。ソラナはその中間で、高速かつ低コストで取引ができるんだ。どれも特徴が違って面白いね。そうなんだ。だから、用途に応じて使い分けることが大事なんだ。なるほど。ちなみに、博士、イーサリアムのスマートコントラクトも壊しちゃったの？いや、僕が間違ったコードを書いただけだよ。スマートコントラクトでも壊れることがあるんだよね。博士、プログラミングもまだまだだね。まあ、そういうこともあるよ。あとは、RWA についても話そう。RWA。それは何？ RWA はリアルワールドアセットの略で、現実世界の資産をトークン化してブロックチェーン上で取引することなんだ。現実世界の資産って、例えば何？例えば、不動産や株式、債券などが RWA に含まれるよ。これらをトークン化することで、より簡単に取引したり、分割所有したりできるんだ。それもスマートコントラクトで実現できるの？そうなんだ。スマートコントラクトを使って、不動産の売買契約を自動化したり、株式の配当を自動的に分配したりすることができるんだよ。それってすごく便利そうだね。そうだね。RWA を使えば、より多くの人が簡単に投資できるようになるし、取引の透明性も高まるんだ。ビットコイン、イーサリアム、ソラナ、それに RWA も加わると、未来の金融システムはどうなっちゃうんだろう。本当にそうだね。ブロックチェーン技術が進化することで、
今まで考えられなかったような新しいサービスや仕組みがどんどん出てくると思うよ。ますます面白くなってきたね。その通り。あとね、スマートコントラクトを使って猫の世話を自動化する契約も考えたんだ。猫の世話、具体的にはどうするの？猫が餌を食べるたびに自動で餌を追加する仕組みさ。でも、うちの猫が太りすぎちゃってね。博士、それって猫の健康には良くないんじゃない？だから今はそのスマートコントラクトを見直してるところだよ。何事もバランスが大事だからね。そうだね。テクノロジーも使いすぎは禁物だね。ちなみに、最近スマートコントラクトで、バーチャルコーヒーメーカーを作ってみたんだ。仮想現実でコーヒーを入れるんだよ。それって本当にコーヒーが飲めるの？いや、仮想現実だからね、飲むふりをするだけさ。でも気分は味わえるよ。博士、冗談もほどほどにしてよ。まあ、少しは笑ってもらえるかと思って。博士、冗談はプログラムだけにしておいてよ。その通り。とにかく、今日のまとめとしては、スマートコントラクトは契約を自動化する技術で、ビットコイン、イーサリアム、ソラナ、そして RWA ではそれぞれアプローチが異なるってことだね。博士、ありがとうございました。しかし、サトシ君の理解力にはいつも驚かされる。なんて優秀な子なんだろう。そうですかね。きっと博士の説明がうまいからですよ。そうなのかな。実は、少し難しかったなんて言えない。説明は以上です。ありがとうございました。このチャンネルが少しでも良いと思ったら、高評価、チャンネル登録、よろしくお願いします。